皆さんこんにちは、ルリコです。今日はインスタ 360X3 こちらのいろんな撮影方法を紹介したいと思います。はい、以前にもですね、こちらのインスタ 360X3 商品の紹介をさせていただいたんですが、今回はこちらのカメラを使ってどんな風に撮影ができるかどうか、改めて撮影方法をご紹介していきたいと思います。はい、それでは多彩なカメラショットを紹介したいと思います。まず1、ハンドルバーショット。まず使用するのがこちらのマウントです。こちら新しくなって以前の右側のマウントからですね、だいぶ長さが変わりました。短くなったの分かりますかね。こちらのマウントのすごいところはですね、こんな感じで自由自在に動かすことができますので、自分の好きなところで撮影することができます。固定方法は至って簡単です。ご自身のバイクのハンドルバーの部分にこちらのクランプを固定します。そしてしっかり固定するためにこちらのマウントレンチを使用します。こちらはバイク撮影キットの中に同封されています。しっかり固定しないとカメラが落ちて危険なので、がっちり止めてください。実はこちらのハンドルバーショット、はやぶさで撮るのは初めてなんですが、メーター周りが映っているので、自分が運転しているような画角なのでとってもいいですよね。ちなみにカメラのアングルを逆に向けてみると、こんな感じで自分が運転している姿がしっかり見えます。私が乗っているはやぶさだとセパレートハンドルなので、なかなかねこちらのマウントをつけること難しいんですが、バーハンドルタイプのバイクにはとってもぴったりな撮影方法だと思います。2、フロントショット。こちらのフロントショットを撮影する場合は、バーハンドルタイプのバイクであればそのままバーハンドルにつけてもらって大丈夫なんですけど、セパハンなどのバイクだとスクリーンなどにね当たってしまう可能性があるので、私はミラー部分に取り付けてよく撮影をしています。この場合もしっかり固定してください。手で固定するよりもレンチを使用して固定する方がグッと締まります。その後は見えない自撮り棒を伸ばして自分の好きな画角で固定すれば完成です。さあ、まるで前走者が自分を撮影してくれているかのような画角になります。これは今まではですね、このインスタ360シリーズがなければ絶対に撮れなかった画角の一つです。自分が走っている姿を前から見れるっていうことはなかなかないですよね。このかっこいいバイクがフロントから見えるという最高の画角です。3、テールショット。今回はモーターサイクル用 U 字ボルトマウントというものを使用しています。先ほどのマウントでも固定はできるんですけども、こちらのいいところはこのように工具を必要になってくるマウントなので、盗難防止だったりよりしっかり固定されたい方はこちらがおすすめです。そしてテール部分固定できる場所にマウントを固定した後は見えない自撮り棒を伸ばします。こちらもしっかり固定してくださいね。個人的にこのテールショットが私の元ブログで一番好きなショットです。旅先での絶景ポイントと自分の走行シーンを一緒に含められるので、これはね視聴者さんも一緒に走ってる気分を味わえる一番のショットなんじゃないでしょうか。4、POV ショット。POV というのが主観という意味で、一人称視点で撮影ができます。こちらのチェストストラップを使用して撮影していきます。こちらの POV ショットではまるで自分がその視点になったかのようなアングルで楽しめます。どちらかというと普段私が使っているヘルメットにマウントつけている顎マウントに近いような視点ですね。歩いている風景からバイクに乗っている風景も撮影ができます。あまりバイクや自分のヘルメットなどにマウントしたくないという方にはこちらの POV ショットがおすすめです。ただ一点ですね、私のはやぶさのように前傾姿勢になるバイクだとカメラがですねちょっと低くなりすぎてしまいます。なので前傾するバイクだと乗車の動画はちょっと低めになってしまいますね。なので乗車姿勢が直立気味のバイクだったり、あとはねこうやって歩いているショットを撮るにはとってもいいショットだと思います。そしてもう1点、三人称視点バックパックマウントっていうマウントもあります。これも実際に使ってみましょう。
こちらは両手を離しながらですね、後ろから誰かに撮影してもらってるかのような動画が撮れます。これもなんか面白いですね。5、タンクショット。こちらの撮影方法ではフレキシブル粘着マウントを装着します。今回はタンクに装着しますので、このタンクの上をきれいに拭き上げます。このマウントはある程度しなやかな素材でできているので、例えばヘルメットだったりスクリーンに装着することも可能です。装着した後は24時間後に使用するのがおすすめです。画角で言うとハンドルバーショットに近い画角で撮影ができました。バイク本体にマウントする場所がない時にこのタンクショットはかなり活かされると思います。6、三脚を用いた自撮りショット。こちらはバレットタイム三脚ハンドルというものを使用して360度カメラを地面に立たせます。そしてカメラを定位置に置いた後、実際に自分がカメラの前を走ると、後から編集でですね、バイク自身を追い撮りできますので、こんな感じのアングルで撮ることもできます。こういうのはね、一人で撮影しているとなかなか撮れないものなので、カメラをちょっと置いとく形にはなるんですけど、とても気軽に自撮りができるお気に入りのショットです。ちなみにこのバレットタイム三脚ハンドルっていうものは、この三脚がですね、頭上でスイングすることができます。これをするとこんな感じですね。ちょっとなんかターミネーターっぽい画角で撮れるんですよね。これ面白いですよね。はい、インスタ 360X3 を使っていろんなショットのご紹介をいたしました。この X3 はですね、日常のツーリングだったりモトブログにとっても便利なアイテムだと思ってます。まずこちらがですね、いつも私が旅をしている時に持って行っている機材です。モトブロガーの中ではかなり機材は少ない方だとは思っているんですけど、それでもね、やっぱりただでさえシートバッグの荷物限られている中でこれだけの荷物が占領してくるので、またこれにねプラスで充電コードとかも入ってきますからね。それがですね、360度 4K 高画質で撮影してくれるので、究極この1台、そしてこのアクセサリーだけでも十分補えるものだと思ってます。はい、そしてこの手ブレ補正と360度水平維持っていう機能もとってもおすすめで、この機能はですね、サーキットにすごく重宝します。サーキットってそもそもヘルメットには機材は本来つけられない。そして車体にもかなりね、最近つけるルールとかが厳しくなっているので、限られた画角でしか撮れないんですけど、インスタ 360X3 であれば360度撮れるので、車両の進行方向だけじゃなくって自分の方にもカメラを向けられるので、いろんな楽しみ方ができるなと思ってます。そして超寿命バッテリー、私が普段1日ツーリング旅している間でも、前まではモバイルバッテリーで使ってない時は充電をしていたりしていたんですけど、1日ツーリングで使っていてもバッテリーがなくなったってことは今まで一度もないです。さあ、そしてですね、いつも私が使用しているこの見えない自撮り棒なんですけど、絶景スポットを歩いてる時にこの自撮り棒を使って歩くことが多いんですが、とっても便利な機能があって、これがミーモードっていうんですけど、はい、こちらのミーモードというものを選択します。実際に使ってみると、まず自撮り棒を伸ばして、このミーモードはですね、自分の内側の方のカメラを使われているので、ちょっと今手がね消えてしまっているんですけれども、これはですね、後で編集することなく、もう撮ったらこのままの画角で録画してくれているので、後々の編集もなくなって、でも自分をずっと映すことができるので、とっても楽な機能です。このようにミーモードがあれば、ツーリング先の一人で歩いているところも簡単に撮ることができます。はい、というわけで今回ねご紹介したカメラアングルとかは、今までは一人では撮れなかった画角だったので、カメラマンさんにお願いしたりして今まで撮影をしてきたんですけど、このインスタ360というものが手に入れてからですね、もう全部一人でできるようになりました。今回はね、モトブロに特化した部分をご紹介したんですけども、旅先の思い出としても撮影してみてほしいなと思います。一回使うと面白いですよ。というわけで今回はインスタ 360X3 の紹介動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。
バイバーイ。 Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?